さそり座さんの皆さん、こんにちは。今回はこれを見てくださっているさそり座さんの皆さんに急激に決まることというテーマでカードリーディングをさせていただきます。見てくださっているこの時がタイミングのタイムレスリーディングとなっておりますので、惹かれるメッセージをお受け取りいただいてご活用いただければ嬉しく思います。早速スタートします。まずはですね、現状から見てまいりますので、タロットをね引かせていただいてから見ていきたいと思います。こちらですね。はい、それでは上からオープンします。せーの。はい、カップの9番です。そしてせーの。はい、ソードのクイーンが出ています。すごく意志が強いっていう部分ね感じますよね。ご自身の中で何にも負けないみたいな、私はやるっていうようなお気持ちの中で何かことに当たってるっていう風なね、すごい力強いメッセージをひしひしとこちらのタロットから今感じるんですね。でその流れの中でカップの9番ですから、ウィッシュカード、願いが叶ってきてる、ご自身の願望がすごくね近いよっていう方もいれば、ご自身が努力してきていてそれがねもう本当に現実化しましたっていうような方もいらっしゃるでしょうし、そうやって何かご自身が揺さぶられるようなことがあったとしても、それに揺らがずひるまず進んでいったことによって、何かしらのご自身の中における満足のいくような結果っていうのをですね掴んでるよっていうことですね。何か成就してるっていうことはこの月のカードも示してきていて、やはりご自身の中で何かが一つ整ってきてるっていうことを伝えてきてくれております。いろんなパターンが終わりになると思いますけれど、仕事とかね、そういった物事に限らず対人関係におけることに関しても、何かご自身が貫くっていう部分を通して一つねそこを乗り越えたよっていうことも言えるかなと思いますし、いろんな場面でそういった形でご自身がしっかり向き合って、そしてご自分の気持ちに嘘をつかなかったっていうような部分ですね、そういうこともすごく伝えてきてくれております。なんか人に合わせてしまうようなことってあると思うんですけれど、絶対にこれだけは譲れないというようなことに関しては、すごくご自分のお気持ちに対して正直になってらっしゃったっていうようなところですね。そういうことを伝えてきてくれていて、すごくね今自信を持ってるっていうような方もいらっしゃるでしょうし、嬉しいですっていうふうに喜んでらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、どちらかというとこういうことって無意識だったけどっていうような方もいらっしゃるかもしれないですけれど、どちらかというとポジティブだわ、そう言われてみたらっていうような方もいらっしゃるでしょうし、いろんなねそういった個人差はあったにせよ、そういうふうにタロットカード的にはですねとてもいい状況ってことを示してきてくれているんですよね。でその流れの中で、これから急激に決まっていくこと、どのようなことが起こってくるのかっていうことをですね、早速タロットから見ていきたいと思います。はい、こちらとこちらです。はい、せーの。はい、ワンドの10番が出ています。そしてせーの。はい、こちらの審判のカードが出ております。はい、これから急激に決まっていくことっていうことでこの2枚のカードがね出てきてくれているので、今ねすごくご自身の、現状として示してきたメッセージの中では、すごくご自身の意思を貫くことであったりとか、ご自分が進めていくっていうことに対してすごくね集中しやすい状況っていう部分を示してきてくれてたわけなんですけれども、その中で人からやっぱり頼られるっていうことが増えてくるっていうことを、まずは現状これからね急激に決まることの中の一つとして起こってくる部分として伝えてきてくれております。でやっぱりそういった流れの中でご自分が頼られるっていうことは嬉しいことではあるのだけれど、ちょっと今まで以上にやっぱり
体を酷使するようなことにつながったりとか、最初はねちょっと疲れたなっていう風な感覚っていうのが出てきたりとか、そういう風に人をまとめていかなきゃいけないっていうようなところでですね、ご自分の中でオーバーワークだなっていう風に感じるようなことっていうのが若干あったりもするかもしれないです。ただそこにおける部分としては、何か今までご自身が揺さぶられる、周りからね揺さぶられるようなことに対してひるまずに揺るがずに何かを決めてきた部分っていうのはきっと終わりだったっていうところではあるのですけれど、過去における部分としてやっぱりご自身の中でできなかったとか、やれなかった、やりたくってもその時はできなかったっていうようなことってあったと思うんですけれど、今とっても波動が上がってますっていうまずはメッセージなんですよね。で願いが叶ってたりっていう部分ではあるのですけれど、この今っていうものと、今の中に全て過去も未来もあるんですけれど、今っていう部分のところで見た時には、その過去にできなかったことっていうところで言うと、やっぱり今のご自身であればそこにもしね今その過去におけることっていうのが今このタイミングで起こったとしたら、それはできることに変わってるっていうことですよね。そういうことを伝えてきてくれている部分として、この審判のカード今一番伝わってきております。なのでお人によってはですね、何か今までできなかったことに対して、ご自身が向かっていくことっていうことが必然的に決まっていくっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。それが復縁とか再チャレンジっていうような形で、人間関係における部分であったり、お仕事であったり、物事であったりっていう部分はいろいろ起こってくる部分あるかもしれないですけれど、ご自身がそれはいろんな意味で、物事とかそういったことにとらわれずに考えた時には、ご自身の中で今までできなかったっていうことに対しての何かが起こってくるよっていうこと、それに対してご自分ができるかもしれないとか、勝手に決まってっちゃう部分っていうのもあったりするのかなというふうに思います。意図してなかったとしても無意識的に何かがトントンと決まっていってしまったりとか、自分がすっごい忙しいのにはいこれもやってくださいっていうようなところでどんどんいろんなことが入ってきて、それがご自分の中で今までであればもうできないよっていうようなことがあったとしても、何かそれができるようなことに変わっていってしまうようなことっていうのもですね伝えてきてくれていて、いい意味で何か今までの、できないと思っていたカルマ的な事柄がいい意味でポジティブに決まっていくよっていう事柄を伝えてきてくれてるんですね。じゃあこういった時のタイミングとしてどのようにね自分たちが過ごしていったらいいかとか、対応していったらいいかとかっていう部分を含めて深掘りでアドバイスで見ていきたいと思います。早速こちらが出てくれてます。はい、そしてこちらです。はい、こちらです。はい、じゃあ上からねオープンしていきます。せーの、はい、ソードの5番です。そしてせーの、はい、ワンドの6番が出ています。はい、で先ほどねどんどんとご自分が今までできなかったことっていうことに対して必然的にね今だったらできるようなタイミングでいろんなことが決まっていくような、何かできないと思っていたことができる方向に決まっていってしまうようなね必然的な流れみたいなものも伝えてきてくれておりましたが、アドバイス的にはご自身の中のいろんな合わないっていうことに対して言うと、そうやってできない時にこの人とはちょっと合わなかったんだよねって過去におけるそういった相性っていうのがありますよね。どうしても人との相性っていうのがあると思うんですけれど、そういった相性の中でのご自分がやりづらかったっていう部分が過去においてあったっていうようなことを伝えてきてくれている部分があります。でそれがご自身の中でのストップになってたっていうようなことを伝えてきてくれていて、ご自身がその何かができないと思っていることができなかったわけではなくて、何か今までであればその自分ができないと思ってたことっていうのが人に対しての対象になってたよ、この人がいるから自分はできないっていうような、何かそういったちょっとご自分を遠慮してしまってたっていう部分もおありになる方ももしかしたらいるのかなっていうのをちょっと感じるわけなんですけれど、そうやってちょっと引いてしまってた部分っていうことですね。そういうふうに伝えてきてる部分があるんですよね。実力は十分にあるっていうことをワンドの6番が伝えてきてくれてるのがそれで、なのでこの両者ね、この両
2枚を見てどういうことかなって直感的に感じた時には、やっぱりご自身が今まではちょっと引いてたんじゃないかっていうような、そういったねアドバイス的なメッセージなんですね。どんどん今は前に出てっていいし、ご自分はその時とは違うんだっていうことを伝えてきてくれていて、今こそ自信を持っていくタイミングなんだっていうことをこの2枚のカードからねすごい力強く伝えてくれるんです。なのでこのタイミングは引かないっていうことですね。絶対何かが決まろうとして、なんかさそり座さんってすごく冷静っていうようなイメージがあって、すごくね冷静沈着にいろんな出来事とか物事とかそういったことを対処できるっていうようないい面を持って、ね、お持ちだなっていう部分のね印象がとてもあるのですけれども、そういった部分っていうことは一旦ちょっと脇に置いといて、冷静さはちょっと一旦置いといて、ご自分が何か再チャンスっていうふうに思ってはっていうふうにちょっとお気持ちの中で高揚感が出てきた時とか、これはやってみたいなっていうふうに惹かれたことに関しては特にこのタイミングは引かない、いや自分はいいよっていうようなことはしないっていうようなことのアドバイスにつながってるんですよね。周りはもしかしたらご自身をしっかりとサポートするっていう体制が整ってたりすることっていうのもあるかもしれないんですね。なのでご自身の中でのお気持ち、いろんなことがスピリチュアル的に分かってしまうような方っていうのは、周りの方のお気持ちを考えてしまいすぎてしまって、ちょっといいよいいよっていうふうに遠慮してしまうことっていうのもね、事柄的にあったりすることもあると思いますけれど、このタイミングはいろんなことが自分の中で再挑戦として決まっていく、ご自分の流れがじゃあどういう方向性いくのかっていう風にポジティブに決まっていく部分っていうのを伝えてきてくれてますから、絶対にご自分はこのタイミングで何かチャンスが来たっていうものがあれば、ありがとうっていう風に普通に受け取っていく、そういう風にですね、まずはアドバイスが伝えてきてくれております。そしてこの流れのテーマもね、早速見ていきたいと思います。はい、こちらです。まずはね見ていきます。せーの。はい、ペンタクルの5番です。テーマはもう自分は引いてしまう、先ほどお伝えさせていただいた部分の通りかなと思いますけれど、なんとなく今までうまくいかなかったとか、このやれなかったできなかったっていうことがもう再来してきた時に、やっぱりいいよっていうような気持ちであったりとか、あの時はさっていうような気持ちがもしかしたら出てくるかもしれないんですよね。あの時だってこうだったじゃないみたいな風な気持ちだったりとかね、そういういろんな気持ち、自分の中のネガティブ的な気持ちっていうのが終わりになったり、一時的に出てくる方っていうのももしかしたら出てくるかもしれないですけれど、そうではなくって、本来はご自身の中で本当にそれだけのね、何かご自分の中でそれを達成できたりとか、克服できたりとかっていうようなところで本来はできてたんだっていうようなところに立ち返った時には、そういったお気持ちが何か終わっていくようなタイミングなんだっていうことを示してきてくれてるんですよね。これがあったから、このお気持ちがあったからこそ何かできないっていうようなところで、ずっとね壁にしてた部分って言ったりとか、ご自分のお気持ちに負担をしてしまってた部分っていうのがきっとあったりする部分あったのかなっていうところをですね、今このタロットが伝えてきてくれている部分としてあって、そのお気持ちはそのお気持ちとして別に消化できなければそのままでいいかもわからないけれども、でも見方を変えていく必要性っていうのはそのお気持ちがあったとしてもできるよっていうことも、このねアドバイスから伝えてきてくれている部分として感じるんですよね。それはそれとして、でも今っていう部分を見た時にはいろんな可能性があるんだっていうところで見た時に、もう終わりにしていこうとかっていう風に、もしかしたら方向性とか今までできないと思っていたことが克服できる、それがなんかお気持ち的に流れていったりスムーズだなっていう風に感じることができたのならば、いろんなことがさらに豊かになっていくよっていうことですね。今現状としてとてもいい状況を示してきてくれておりましたけれど、さらなる飛躍であったりとか、ご自身の中にいろんな器が広がっていくタイミング、もう一回できるかもしれないっていうような再起の気持ちであったりとか、そこからポジティブに何か人との出会いっていうのがまた生まれてくる部分も伝えてきてくれておりますから、いろんな昔の何かが決まっていく、昔のお気持ちであったり、そういったねちょっと人によっては許せないとかっていう気持ちであったりとか、
寂しいなっていうような気持ちであったりとかね、そういういろんなお気持ちですよね。お気持ちをこう何か今このタイミングでちょっとこう転換させていくような状況なので、過去の確認が急激に決まっていくよっていうようなことですね。決まっていくっていうのは、ご自身が今まであんまりネガティブっていうかポジティブに思えていなかったような事柄っていうのの転換期っていう部分をね、伝えてきてくれております。さらにキーワードで見ていきたいと思います。はい、こちらとこちらです。まずね、こちらから見ていきます。せーの。はい、こちらです。はい、そしてせーの。はい、こちらです。素晴らしい。今までのいろんな感情に対しても終わりを告げていくタイミングっていう部分をね、伝えさせていただきましたけれど、そうやってご自分をしっかりと表現する、今までねちょっとこう遠慮されてた部分っていうのをね、アドバイスで伝えてきてくれてました。今こそその先に行くっていうかね、今こそ決めるタイミングであるし、ご自分が目標を持っていることに対して自信を持つ、今こそそうやって誇りを持っていくとか、自分がやってきたことには間違いなかったんだっていうような、何かご自身のモチベーションをこう保っていけるような指針を持っていくっていうことを伝えてきてくれていたアドバイスからのこれですね。やっぱりご自身の中でそぐわないことであったり、そうしたいと思っていることに対して正直さを出していく、もっとご自分を表現していくっていうようなことをですね、このカードが一つ伝えてきてくれている部分としてあります。そして今ご自身が光っている部分っていうのを現状で示してきてくれておりました。そういったタイミングっていうのは、ご自身がとても目立っている部分っていうのが周りから見た時にもしかしたら終わりになるかなっていうのも、こちらのメッセージから伝えてきてくれていて、いろんな誘惑ですよね。こういうことしないとか、ああいう風にしようよとかですね、そうやって現状における何かご自身にとっての誘惑っていうのがいろいろあるかもしれないっていうようなね、そういうキーワードなんですよね。でもご自分が何か指針を持っていれば、何が求めていることなのか、ご自身の中で本来何を求めていたのか、過去における部分からのご自分のつながっている心の気持ちってありますよね。そういったところで本当の気持ちっていうのをですね、今こそ呼び起こしていくタイミングっていうことをなんかね、こうすごく伝えてきてくれていて、そぐわないこと、ご自分が惹かれないことに関してはしっかりと表現していく、それがやっぱり遠慮しないっていうことにもつながってるのかなっていうふうにね、こちらからのカードからも感じます。そしてこちらですね、新たなポータルです。新たな扉が今開いている状況。エネルギー的にはやっぱりライオンズゲートもありましたけれど、エネルギー的な流れがすごい強いっていうのをさそり座さんに感じます。で、ご自身の中で意図されていなかったとしても、やっぱりご自身が自分とつながればつながるほど、今すごくつながっている状況を伝えてきてくれてましたよね。なのでご自身がつながればつながるほどに、やっぱりこのエネルギーって強くなってくるんですよね。こちらですよっていうような、そういった誘導するエネルギー、ポジティブに流れるエネルギーっていうのがやっぱり高まっている状況っていうことなので、昔ご自身の中でカルマ的にできない、やれない、トラウマになってしまうような状況っていうところから抜けていくタイミングっていうことを伝えてきてくれていて、急激にこう決まっていくっていう部分伝えてきてくれているので、そうやってご自身が新たな扉を今開いているタイミング、真っ最中ですっていうことですね。そういう風にお気持ち的には持ってていただいていいかなという風に感じます。ぜひね、この一心に光を浴びていただきながら、何かね、ご自分ができないなっていうふうに思ったりとか、ちょっと折れそうっていう風な気持ちになった時には、それこそが何かを抜けていくために起こっているべく、ご自身のお気持ちの確認なんだっていうことですね。何パターンかきっとご自身の中でこういうことが起こった時にはできないって思ったりとか、こういう風に人が出てきた、こういう人がいた時にはちょっと無理って思ったりとかっていうようなことのパターンって多分誰しもあったりすると思うんですよね。ちょっと苦手とかね、そういう風に思う時こそ大チャンスっていう、その先に行きましょうっていうような、何か扉が開いているタイミングなんだっていうことをですね、ちょっとご自分の片隅に入れておいていただくと、そっかそっかっていうようなところで、その先に怖がるのやめようとか、心配するのをやめようとか、それでも自分の表現をちょっとしてみよう、感情的にならずに、感情的には多分さそり座さんならないのはお得意な部分のね、印象
所ありますけれど、そうやってね冷静さを持ってご自分の気持ちしっかりと表現していこうっていう風に、そういった時こそ思っていくんだよっていうことをですね、こちらのキーワードが伝えてきてくれております。ぜひねポンポンポンとお伝えさせていただいたメッセージご参考にしていただきながらですね、日々の生活に生かしていただきたいと思います。いかがでしたでしょうか。さそり座さんの、急激に決まることのリーディングは以上となりました。少しでも共感していただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方もいただけますと大変嬉しく思います。それではですね、こういったいろんなエネルギーがもう変わっていく、転換していく、そして生まれ変わっていくタイミングっていうことでしたね。なのでこのねリーディングによって、さそり座さんの皆さんが最善最高の日々となっていきますように、いつもここから応援しております。それではまた次回お会いいたします。どうもありがとうございました。